WRV を見ての印象後編です。実写見て思ったのは、一般的な国産車と重視されている部分が違うかもといったものでした。これいいよねと感じた部分もあれば、割り切られてると感じた部分もある。ポジショニングやクラス的にも輸入車らしいとね、感じました。まず最初に挙げたい部分は、本革巻きステアリングと革巻きシフトセレクターの革の質感について。実際に購入をお考えの方には、ぜひ、ごめんなさい。ぜひチェックされてみてくださいと思う部分です。ね。一応ステアリングも本革です。ただね、今ちょっと油が塗ってある、まだね、展示車の状態なので、油が塗ってあるので、タッチとかはちょっと分かりにくいんですけれども、滑る状態、今この状態だと。で、シフトセレクター、なんでしょう、一応これ革ってことなんですけれども、この辺はちょっと日本人の好みの革とは違うかな。もうカチカチです。で、合成革というか樹脂に近い感覚なんですよね。シフトブーツは普通に日本人の革ってイメージなんですけれども、ここがね、そんな感じでいきます。一枚下の X だけこれが、ウレタンになるということで、スペック的には本革とのことですが、ちょっと馴染みのない感覚でした。革ってステアリングに限らず、モデル、車によって質感が異なりますので、これね、触ってみてあれと思ったら X グレードというね、選択肢もあります。一応こっちウレタンなんですけれども、革がこれだったら Z じゃなくて X で良いかもなんてね、なるのかもしれません。では続いて本編、良いねと感じた点もどんどん上げていきます。日本的なね、ランクとか車格とか日本的な装備ではなくて、もっとね、違うところに面白さを感じて選ぶ。WRV もそうした面白さがあるんじゃないかと。で、実際ね、これ輸入車、インドからの輸入車ということで、ホンダの名前がついて、ホンダの信頼で買える輸入車ということになります。続きましてはリアシート。WRV の本拠地インドではリアシートの良さが求められるということで期待が高かったです。で、実写見てね、その期待を超えました。座り心地だけで言うと、リアシート良いっていうフィットとか、あとミニバンタイプのフィートとかね、それよりもね、良いと感じました。リアシートね、めちゃくちゃいいです。ドアトリムがどうこうっていうのは、あんまりない。ツイーターが入りそうで入らないメグラブタ。ドアトリムはね、やっぱフロントとは差別化されてますね。でもね、これはシートのクッション材とかね、着座感、背もたれのクッション性とかね、もうすごくいいです。何がいいって、結構張ってるんですね。張ってて詰まってる感じがある。でも柔らかい。もう座るとね、そんな硬くないんですよ。ほんとね、ちょっとね、これ飽きそうだから撮ってみたいぐらいなんですけれどもね、普通の発泡ウレタンでできてる違うんじゃないかと思っちゃうぐらいのね、感じです。で、背もたれも分かります？この厚み。これ全部基本となる部分のフレームからどれだけクッション持ってるんですかってぐらいね。しかも押してて疲れちゃうぐらいのしっかり感がある。でも座ると柔らかい。ちょっと座りましょうか。今座り全然硬くない。これであとはね、乗り心地次第で硬く感じるかもしれないですけれども、こうやって座ってね、ほんと硬くないし、クッション性いいし、でちゃんとしたね、張りがある。で、着座感もいいですね。背もたれの背中が当たる部分、ここやっぱりちょっと硬めに感じるけど、表面が柔らかいんでね、すごくね、こうベスト。なんかインドですと、ちょっとね、お金ある方がこういった車のリアシートに座って運転手をね、その日だけ雇うみたいなね、自分やってみたいような仕事とかあるらしいんですけれども、そうするとオーナーがここに座るらしいんですね。で、このクラスでもって、このクラスってインド行ったらどのクラスなのか分かんないかでもとにかくね、そういい。腰を一番後ろ、ここまでお尻を下げて、お尻をつけてしっかり座るように作られてますね。で、座面高も身長172センチの自分でめちゃくちゃいい。めちゃくちゃぴったりで、足元フロアはね、前方が盛り上がっています。で、これがね、フットレストになってくれますね。そう、両足でここを踏ん張って座れる。めちゃくちゃ良くないですか？シートバッグのポケットは普通にあって、あとエアコンの吹き出し口がついていますね。どうでしょう、このクラスだと珍しい、もしくは
車内広いからというところかな。あとはメインがインドだからというのもあるのかな。これねタッチ気持ちいいです。インドではねバイトで運転手を頼んでオーナーはリアシートに座る習慣、風習っていうのかな、そういうのがねあるそうです。そういうこともあってかすごく重視されている部分だと感じました。日本で重視されているであろう多彩なこのシートアレンジ、そのね、そうした魅力とは異なる魅力です。そうしましたら上級者感覚を感じた部分から、まずボディデザインでグレードは最上級の Z プラスクラスからのイメージより分かりやすい上級者感覚の装飾、これが取り入れられています。最もおって思ったのはウエストラインの前後に走るメッキモール。濃紺色のボディとの組み合わせは想像以上にね立派に見えました。たったこれだけでなんですけれども見栄え的な差が大きいです。合わせてメッキのアウタードアハンドルも目立ちますし、フロントマスクにもメッキが取り入れられていて、このグレードですとねグリルも光沢タイプになります。もうこのノリだったらメッキグリルね、グリル全体メッキなんていうのもねありなんじゃないかなんてね思えてきます。コンパクトクラスってスポーティー路線にね加色されることが多い中で上級者感覚の見栄えが重視される、そんな WRV ってねポジショニングの違いを感じます。で内装ではドアトリムの見栄えが良かったです。ドアトリムね結構凝ってますよね。合成側調のソフトパッドで、白いステッチが入っていてねコントラスト強くついていて、こういうところはねほんのわずかですけれども、合成側が貼れてそう手触りが良くなっている。これ握った時にね親指のところも握り心地もいい。続きましては開閉に関する部分、テールゲート開閉とドアの開閉感についてです。テールゲートの開閉は開けて閉めるまで滑らかでした。展示車の状態でもギクシャクはほぼなさそうだったので、普通の国産車と遜色ない質だと思います。余談ですが、そのカバーがカチャカチャ言わないような、静心構造、固定のためのねゴムも見えました。そしてドアノブ、こっちはねちょっと気になりました。まずね独特の部分がねあります。輸入車ということでね、いい部分も悪い部分も日本車と異なってるところがね長所短所だったりすると思うんですけれども、ドアノブがねこれなかなかごっついです。引っかかりがあるというかたくましくてね壊れにくそうというかねでいて、今まだ開いてるんですけれども、この空気が逃げる状態でドアがたくましくというか不安感なく閉まるといったね印象です。国産車と異なるタッチで自分の印象としては繊細じゃないよねというもので、良いか悪いかは分かりません。でもこうねぶら下がっても壊れない作りが求められたりしている可能性は考えられます。赤い WRV と2台で同じフィールだったので個体差ではなさそうです。お次は手で触れて操作する部分、エアコンスイッチとかハンドル周りのスイッチです。最初にコンソールボックスの蓋、パタンとはいかない作りをしています。逆にグローブボックスはパタンといく作りをしています。このあたりの割り切りがね面白いです。それからエアコン操作スイッチ、プッシュボタンの押し心地がいいです。軽くてストローク量が確保されていて、でしっかり戻ってきてくれる。でエアコンのねプッシュスイッチ押し心地いいです。あれってなんでね日本の車はこうじゃないのって、ごめんなさいホンダじゃないかもしれないですけどね、別に高級オーディオとかと比べたら全然いいとかそういうのじゃないですけど、柔らかくてねもう全然何回でも10連打とかでもできちゃうぐらいのね、軽くて気持ちいいししっかり戻ってきてくれる。やっぱりねこのくらいの質求めたいですよね、どの車でも。揺れる車内をね考えられたタッチだと思いました。そしたらステアリング周り、ステアリングスイッチは普通にホンダ車的です。あえて言えばオーディオ関係のスイッチが最小限というくらいです。パドルスイッチの操作感も特別なことはございません。合わせてウインカーレバーの操作感も普通と感じられるものでした。ワンタッチ機能がついていて、あと映像で見えるこの白い文字を見るとね、機能とか操作感も普通っぽいです。見ただけ見て自分がすごくいいなと思うようなところです。またサスペンションとかあれそう、ちょっとすいません話飛んじゃいそうだから、一瞬見て特徴的だなと思ったものの取り忘れてしまったのがリアサスです。ごめんなさい、映像はこれしかないです。で特徴的なのは
ショックアブソーバーが車軸から後ろ側に寄っていて、インナーライナーの内側に隠れています。こうした作りがもしかしたら一般的な国産車とは異なる乗り味、そうした乗り味がね、作られているのかもしれません。そしたらこの WRV に限らないけれども、なるほどねって思った点です。まずエンジンルーム除いて思ったこと。フレームの丸くなっている部分。これなんだろうというのがね、一つと、それから、車を大きくするためにいろいろ工夫されてるのねっていう部分。この辺ね、こう頑張って大きくしたようなところをね、感じますね。あんまりこれあれかな。ストラットタワーは、ストラットのボルトが見えない、これ。そう、下から止まってるタイプなんでしょうね。でこれ多分マーツダンパーかな、ゴムの見えない部分はがっつり削って合理的にされているみたいです。あとタイヤ。装着されていたタイヤはブリヂストンのトランザ T005A という銘柄です。純正装着タイヤなので同じ銘柄でも中身が異なっていたりしますけれども、ふと見た時にね、おっと思う部分がありました。これね、ブリヂストンのトランザという銘柄になっていますけれども、なんかね、インドブリヂストンのインド産のブリヂストンのタイヤという話です。ちょっと未確認なんでね、わからないんですけども、どっか見て目印があればね。で、規格も、実規格なのかな。空気圧ね、タイヤとかタイヤの規格によっていくつぐらいが基準になるというのがね、もう全然変わってきますので、単位が変わるんではなくて基準の部分が変わってくる。エトルトスタンダードとか、何でしたっけ、エトルトなんとかってね、こう空気圧を 2.5 以上とかにして使うようなタイヤもありますから、いろいろあると。でね、この前ちょっとね、自分たちインドのタイヤ買ってみたんですね。エコ性能よりもグリップ感の強いタイヤで、中心付近からかっちりしたその反応を示していました。なのでそう、もちろんね、これブリヂストンなんで何でもないと思いますし、そうじゃないインドのタイヤを使ってもね、もう1000キロ2000キロ何事もなく使っています。なのでね、もしそういうのね見られても、特別なことはないかと。で、このパターンから見て分かるのはね、溝がねすごい細い。ブロックもね、溝外側が浅くてね、センターグループは普通に深いんですけれども、ショルダーの部分のね溝が浅いですね。これによって剛性が結構ね、これまだ下ろしたてのタイヤだとしたら結構固めでよれない。いや、本当によれない。スリックタイヤみたいな感じって言ったら伝わるのかな。溝が浅いですから、ここタイヤブロックよれないんでね、コーナーでショルダー使うようなセッティングになっていたとして、もうこれかっちりしてるとするとタイヤ変えられない次タイヤ変える時の新車のタイヤが一番ね合う。それぐらいね、こう結構煮詰められてるんじゃないかな。製造年月日が見れたらあれですけれども、製造年月日はごめんなさい、時間ないんでね、ちょっと失礼します。戻ってきて調べてみると、トランザ T005A には複数のパターンが見受けられます。自分があれと思ったのは、オーラに装着されていたトランザ T005A のイメージ。トレッドパターンのね、サイドの部分が結構大きくね、異なっています。で、今日自分の目線の高さで見ると、やっぱりね、すごく大きく感じられる。寸法的にはベゼルと同じサイズなので、コンパクト SUV に分類はされるんですけれども、背がね大きいんですよね。ベゼルより7センチ背が大きい。そういう関係もあって大きく見える。そうすると車をね特別好きな方とか除くと、大きい車ってやっぱりこう高そうに見えますよね。そういうイメージありますから。なのでね、お値段に対する満足感っていうのは、かなり高いんじゃないかなっていうね気はします。でその代わりに全車速対応の ACC クルーズコントロールとか、あと電動パーキング、それからブレーキのオートホールドあたりが、ちょっとね省かれるらしいんですね。なので超先進ではない。でもその輸入車を選ぶ時ってこう乗り味とか見た目で選ばれる方が多いと思います。よく一般的な輸入車ってこう、耐久性が不安とか、それによって中古車になるとねガクッと値段が下がるなんていうのがねあるんですけれども、やっぱ本当の名前で買えるっていうのはねすごくいいと思います。下取りも保証されているようなものですよね。残価設定で、それもありますしね。
やっぱり全長とかクラスじゃなくてね、この車クラス不在みたいな魅力を感じますので、そういったところからもね、こういった見た目からもね、たくましくて実際より大きく見えるようなところを感じます。 WRV を見てきて思ったのは、想像より個性が強かったです。同クラスの国産車と比較してすごく力が入っていると感じたところもあれば、逆にあれれと思うところもあったりなんかしてね、すごく面白かったです。やっぱりこの辺なんでしょう、お国柄みたいなところがね、ちょっとはあるんじゃないかなっていう感じです。でもやっぱり安心安定のホンダブランドで、本当のね輸入車と比較すれば適切な値付けがされているとも感じました。あとね、動画もう1本分撮ってきたんですけれども、テーマは高いか安いかみたいなところで、そっちはちょっとね、サブチャンネルの方で上げていきたいなと思います。車好きヒラリーというチャンネルでやってますので、できましたらそちらもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。